皆さんこんにちは。今日はペール缶と波板を使ってロケットストーブを作ります。この2つの組み合わせだと、波板をこのように丸めて、このように波板を煙突として使うロケットストーブが一般的だと思います。ですが今日は主役はこの波板、ペール缶はおまけです。それでは早速工作開始しましょう。今回もハンドルは不要なので、この部分から取り外します。このペール缶の中に波板を入れるんですけど、丸い形状にして煙突として入れるのではなくて、多角形にしたいと思っています。簡単なのは三角形だったり四角形だったりすると思うんですね。でもうちょっと数を増やして五角形、六角形、八角形、どんどん円に近づいていきますけれども、なるべく効率よく簡単な煙突を作りたいと思いました。なので先ほど書いたこれです。今回は六角形にしたいと思っています。波板を折り曲げて六角形にしてこの中に入れます。六角形の一辺を求めるとき、ちょうど半径と一緒になりますよね。正三角形ができるので、この半径が六角形の一辺になります。この部分の直径、内径が約26センチなので、半径は13センチとなります。一辺が13センチの六角形を作ることで、この中にすっぽりと収めることができるんですね。はい、完成しました。いきなり間違えてしまいました。六角形にするつもりが五角形になってしまいました。まあね、そこは大きな問題ではないんですよ。このペール缶も灰の受け皿として考えています。なのでペール缶じゃなくても構いません。私が一番やりたかったのはこの部分、先ほども申し上げましたけど、波板を使って煙突を作るときってこういう向きにはしないんですよね。くるっと筒を作りやすい向きで煙突を作ります。でも今回は波板の使う向きを90度回転させています。理由はこの部分、折り曲げた部分、ここが全部空気穴として作用します。なのでロケットストーブの煙突兼ウッドガスストーブのように側面から空気を入れながら燃えるタイプ、そういったものを目指してみました。五角形にしたことでこの部分スペースがね、かなり広く取れるようになりました。なのでロケットストーブに本来あるべき一番下の空気の取り入れ口、これをこのような形にしてみました。この部分は当然ペール缶の奥に隠れてしまいます。でもここから空気が入ってこの部分を煙突として燃えるんじゃないかというふうに考えています。
日本のホームセンターやキャンプ場で売られている薪、だいたい長さが30センチあります。その長さに合わせて私も薪を作っています。これ30センチあります。ペール缶を使ってロケットストーブを作った時、この部分を燃焼室というふうに考えています。薪の長さが30センチあるので、上から投入した時、薪の長さと燃焼室の長さがほとんど一緒です。私が考えているロケットストーブの煙突の長さというのは、燃焼室の1倍から 1.5 倍です。それは計算によって導き出された長さではなくて、実際の経験則です。燃焼室に対してもう一つ同じペール缶を上に重ねると、燃焼室対煙突の長さが1対1。最近よく作っているロケットストーブですね。理想を言うと、燃焼室の 1.5 倍の煙突があるとちょうどいい燃え方をするというふうに思っています。もちろん煙突は長ければ長いほどいいです。でも実際に使うとき、持ち運び、安定感、そういったものをいろいろ考えると、燃焼室の 1.5 倍くらいの長さの煙突が理想であり限界かなというふうに思っています。今回は煙突がちょっとだけ短いんですよね。その点を考えても、これがちゃんとロケットストーブのように勢いよく燃えるかどうかっていうのはやってみないと分かりません。それでは燃焼実験いってみましょう。いきなり火がついてきましたね。着火剤と焚き付け用の薪の距離がちょっとあったんで、なかなか火がつかないかなと思ったんですけど、はい、今火が消えました。ちょっとこの煙突をね、取り外してみたいと思います。今ね、
急激に冷えてミシ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 音がしてますけれどもね、この部分若干変形してしまっています。どうしてもね手前に倒れがちになります。ここにね力がかかりますので、熱くなった時にちょっとねここが変形してしまっていますね。ペール缶の中はこんな感じです。ペール缶側面に傷みは全然ないですね。そしてこの空気の取り入れ口があったこの部分だけがやはり黒く変色しています。いつものようにねこのペール缶全体が塗装が焼けて剥がれ落ちてしまうというようなことは起こりませんでした。今回のこの実験なんですけど、私がやってみたかったことは、側面に空気穴がたくさんあって、なおかつそれなりにしっかりした煙突があった時、どんな燃え方をするのかなっていうのがねちょっと分からなかったので、その実験をしてみたんですね。結果としては普段作っているロケットストーブのように鋭い炎が出るわけではありませんでした。どちらかというと勢いの良いウッドガスストーブのように感じられました。皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。やっぱりね空気穴がたくさんあるイコール冷たい空気がどんどん入ってくるということもあって、ちょっと炎の勢いが弱いのかなという感じがしますね。でも側面にたくさん空気穴があるということは、どんどん薪を投入して炭や灰がねどんどん積み上がってきても常に空気が供給される状態なので、これはこれでね燃焼時間がとても長くなるというメリットがあります。メリットデメリットそれぞれありますけれども、使い方によってはね楽しい焚き火台になるんじゃないかというふうに感じました。ただ構造的に焼却炉としてはちょっと使えない、料理にもちょっと向いていない、暖を取るときに比較的いいのかなという感じがしました。はい、ということで今回は側面に空気穴がたくさんある煙突を使ってのロケットストーブの製作でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。